2026年の春、韓国のある小さな村で、一つの再会が静かに始まった。その日、73歳のおばあさんの家の前に、見慣れない車が1台止まった。降りてきたのは、20代から30代の若者たちだった。4人、それぞれに家族を持ち、それぞれの人生を歩んできた、立派な大人たちだった。玄関のチャイムを押す手が、かすかに震えていた。扉が開いた瞬間、おばあさんは目を丸くした。そして次の瞬間、ただ一言だけ言った。ご飯、ちゃんと食べてきたか。その言葉を聞いた瞬間、4人の若者たちは、声を上げて泣き崩れた。涙の理由は、責められたからではない。怒られたからでも、哀れまれたからでもない。その一言が、幼い頃に毎朝受け取っていた弁当箱と、全く同じ温度を持っていたから、あの頃と何も変わらない。あの声だったから、おばあさんの冷蔵庫には、今も弁当箱の型が4つ、きちんと並んでいた。誰かに渡すつもりで、ずっと取っておいたように。しかし自分のための食事は、その日も質素なものだった。残りご飯と、薄い味噌汁、それだけだった。月に30万ウォンの年金で暮らしながら、それでもおばあさんは他人の子供たちの腹を、自分よりも先に満たしてきた。52年間、同じ村に住み続け、隣人のために生きてきた人だった。夫を亡くしてからも、その姿勢は変わらなかった。いや、むしろ深くなった。4人の若者たちはその夜、おばあさんの隣に座り、何時間もかけて話をした。幼い頃の朝のこと、弁当を開けた時の匂いのこと、学校に行くのが怖くなかったのは、あの弁当があったからだということ。おばあさんはただ、照れくさそうに笑っていた。この物語は、一人の老女と4人の子供たちの話だ。しかし本当は、誰かの温かさが、人をどう変えるか、という話でもある。では、そのおばあさんとは、一体どんな人物だったのか。次は、彼女自身の歩んできた52年間の物語を、一緒に辿っていこう。まだ夜明けにもなっていない。午前4時のことだった。キム・ソンレさん、当時73歳。冷蔵庫の中には、弁当箱が4つ、整然と並んでいた。それぞれに名前が書かれた小さなシールが貼ってある。隣の家の子供たちのものだ。この出会いは、5年前に遡る。隣に越してきた家族は、母親のいない家庭だった。父親は工場で夜勤を続け、子供たちが朝食を食べているかどうか、確認できる者は誰もいなかった。ハルモニが最初に気づいたのは、ゴミ捨て場だった。カップラーメンの容器が、毎朝のように捨てられていた。それも、4つ、子供が4人いる証拠だった。ハルモニは黙って、翌朝から弁当を作り始めた。誰かに頼まれたわけではない。ただ、あの子たちが空腹のまま学校に行くのは、私には見ていられない。と、それだけだった。最初は玄関前にそっと置いておくだけだった。子供たちは最初、戸惑っていたという。知らないおばあさんからの弁当を、食べていいものかどうか、わからなかったのだろう。しかし3日目の朝、一番下の子がドアを叩いた。おばあちゃん、ありがとう。と、小さな声で言った。その声を聞いた瞬間、ハルモニの目から涙がこぼれた。こらえようとしたが、止まらなかった。亡くなった夫との間に子供はいなかった。だからこそ、その一言が、胸の奥深くに刺さったのかもしれない。それからは、毎朝が変わった。子供たちは少しずつ早起きになり、やがてハルモニの台所を手伝うようになった。玉ねぎの皮を剥く子、ご飯をよそう子、小さな手が台所の中で動いていた。ハルモニ自身の食事はいつも後回しだった。残ったご飯と薄い汁物、それで十分だと言い聞かせていた。月30万ウォンの年金では5人分の食材を買えば自分の分はほとんど残らない。それでもハルモニは弁当箱の蓋を一つ一つ丁寧に閉めた。冷たい台所で温かい弁当を作り続けた。しかしある冬の朝、ハルモニは突然台所で倒れた。子供たちが気づいたのは弁当が玄関に置かれていなかったからだった。玄関に弁当が置かれていなかった。ミンジュンが最初に気づいた。いつもなら
登校前に必ずそこにある白いタオルに包まれた温かい弁当箱、それがなかった。何かがおかしい。4人の子供たちは顔を見合わせた。そしてハルモニの家のドアをそっとノックした。返事はなかった。隣の家の人が救急車を呼んだ。ハルモニは台所の冷たい床に倒れていた。脳貧血だった。冬の寒さと長年の栄養不足がついに体を追い詰めていた。病院に運ばれながらハルモニが最初に言った言葉はこうだった。子供たちの弁当が自分が倒れた瞬間でさえ頭にあったのは4人の子供たちのことだった。病院のベッドの上でハルモニは初めて自分の弱さを人に見せた。52年間誰かに頼るということを知らなかった。夫を早くに亡くし一人で生きてきた。弱音を吐く相手も甘える場所もなかった。それなのに4人の子供たちが病室に駆け込んできた。一番小さなダヨンがハルモニの手を両手で包んだ。その手は震えていた。泣くまいとして唇を噛んでいた。なんで言わなかったの？責める言葉ではなかった。ただ悲しかったのだ。ハルモニが一人で限界まで耐えていたことが。ハルモニは笑おうとした。でもうまくできなかった。涙が一筋頬を伝った。心配させたくなかった。それだけ言うとハルモニは黙った。長い沈黙だった。病室には点滴の音だけが静かに響いていた。その夜から子供たちは変わった。毎朝誰かがハルモニの家に立ち寄るようになった。弁当を届けるのではなく、ただ顔を見に来る。おはようございますと声をかけてハルモニが元気かどうかを確かめる。最初はハルモニが断った。来なくていい、迷惑だと言った。でも子供たちは来るのをやめなかった。ハルモニが弁当を作り続けたように子供たちも通い続けた。ある日ミンジュンが小さな鍋を持ってきた。ハルモニの好きな味噌汁を作りましたと言った。不格好な味噌汁だった。少し塩辛くて具がバラバラで、でもハルモニはその味噌汁を全部飲んだ。温かかった。体だけではなくもっと深いところが温かくなった。52年間誰かのために作り続けてきた。誰かに作ってもらう日が来るとは思っていなかった。人は与えるだけでは生きていけない。受け取ることを覚えなければならない。ハルモニはその冬初めてそれを知った。子供たちの笑顔の中にハルモニはやっと自分の居場所を見つけた。その春は柔らかかった。縁側に差し込む光がハルモニの手の甲をそっと包んでいた。あの子たちが来てから家の中が少しだけ違って見えた。同じ天井、同じ畳の目、同じ柱の傷。でも何かが変わっていた。空気の重さが違った。ハルモニはその違いに名前をつけることができなかった。ただ超目が覚めた時胸が痛くなかった。それだけで十分だった。52年間の中で一番幸せだった時期を問われたならハルモニは迷わず答えるだろう。子供たちの弁当箱を4つ並べていたあの朝だと。夫がまだ生きていた頃2人で台所に立っていた。夫は無口な人だった。でもハルモニが卵焼きを焼くと必ず隣に来て端っこを一つ黙って口に入れた。それだけでその日一日が明るくなった。夫が行ってから台所が広くなった。広いのに息が詰まった。だからハルモニは弁当を作り始めた。隣の家の子供たちのために親がいない朝に温かいものを置いてあげたかった。それは誰かに頼まれたわけではなかった。ただ自分がそうしたかった。空腹のまま学校へ行く背中を見ていられなかった。幸せは大きなものではなかった。弁当箱の蓋を開けた瞬間の小さな沈黙。食べ終えた箱が玄関に戻ってくるその音、それだけでハルモニの一日は満たされた。しかし幸せは予告なく変わる。夫を失った翌年、体が動かなくなった冬があった。熱が3日続いた。台所に立てなかった。弁当箱が4つ空のまま並んでいた。あの朝の静けさをハルモニは今でも覚えている。子供たちに何も渡せなかった日、自分の無力さが
胸に刺さった。人は強くあろうとするほど折れる瞬間がある。ハルモニにもそういう夜があった。泣くことさえ疲れた夜が。それでも朝になれば台所に向かった。立ち上がれたのはなぜだったのか、自分でも長い間わからなかった。あの子たちが大人になって訪ねてきた日、ハルモニはやっと気がついた。誰かを支えようとする心が実は自分自身を支えていたのだと。与えることが生きる理由になっていた。その気づきは静かに深くハルモニの中に降りてきた。次の朝も台所に立つための力になっていた。誰かにもたれかかったことがあるだろうか。言葉ではなく、ただその存在だけで立っていられた。そんな人がハルモニにとってそれは子供たちだった。隣の家の小さな4人の子供たち。毎朝台所に立つ理由、それがハルモニのたった夫を亡くしたあの冬、ハルモニは初めて朝が来るのが怖かった。目が覚めるたびに隣の布団が冷たかった。52年間同じ屋根の下で呼吸を重ねてきた人がもういない。その空白は想像をはるかに超えるものだった。何のために起きるのか、何のために食べるのか、何のために今日という日を生きるのか、答えが見つからなかった。ある朝、ハルモニは布団から出られなかった。体が重いのではなかった。心が動かなかった。天井を見つめながらこのまま目を閉じてしまいたいと、そう思った瞬間があった。それでも聞こえてきた隣の家の子供たちの声だった。小さな足音が薄い壁越しに伝わってきた。あの子たちは今日も来た。あの子たちは今日も学校へ行く。お弁当をまだ誰も作っていない。その思いがハルモニの体を起こした。言葉にならないほど単純な理由だった。でもそれで十分だった。月30万ウォンの年金で4人分のお弁当を作ることは簡単ではなかった。卵1個をどう使えば4つに分けられるか、残ったご飯をどう並べれば見栄えが出るか。ハルモニは毎日そのことを考えた。自分の分は後でいい。あの子たちが腹を空かせて授業を受けることだけはさせたくなかった。誰かを支えようとする心は不思議なことに自分自身の足元を固めていく。ハルモニはそれを頭で知ったのではなかった。体で覚えた。台所に立つたびに少しだけ背筋が伸びた。お弁当箱の蓋を閉めるたびに今日も生きていると感じた。与えることが生きる理由になっていた。その気づきは静かに深くハルモニの中に降りてきた。そして次の朝も台所に立つための力になっていた。やがて4人の子供たちは少しずつ変わっていった。やがて4人の子供たちは少しずつ変わっていった。最初に変わったのは一番上の子だった。朝、ハルモニの家に向かう前に自分で靴紐を結ぶようになった。それだけのことだった。でもハルモニには分かった。この子は自分の足で立とうとしている。次に変わったのは食べ方だった。以前はお弁当箱を渡してもうつむいたまま受け取るだけだった。それがある朝、顔を上げて受け取るようになった。言葉はなかった。でも目が違った。何かを受け取ることを恥じなくなっていた。ハルモニはそのことが何より嬉しかった。与えることは相手を弱くしない。むしろ与えられる側が自分を信じる力を育てていく。ハルモニはそれを言葉では教えなかった。お弁当という形で毎朝伝え続けた。台所に立つたびにハルモニ自身も変わっていった。夫を亡くしてから家の中に声がなくなった。食卓に誰もいなくなった。それがどれほど重かったか。でも4人のために卵を割る朝は違った。手が動いた。体が動いた。生きる理由が台所の中にあった。与えることでハルモニ自身が満たされていた。月に30万ウォンの年金で暮らすことは決して楽ではなかった。自分の食事を削ることも1度や2度ではなかった。それでもお弁当箱の蓋を閉めるとき、ハルモニの胸には静かな満足があった。今日も誰かのお腹が温かくなる。それだけで十分だった。人は
何かを失った時、自分の中が空になったように感じる。でも、ハルモニは知っていた。空になった場所には、新しいものが入ってくる。与えることを選んだ時、その場所は、もっと大きくなる。52年間、同じ村で生きてきた。その時間の中で、ハルモニが積み上げてきたものは、財産でも名誉でもなかった。誰かの朝を、温めてきた記憶だった。そして、その記憶は、今、4人の子供たちの中で、静かに根を張っていた。変化とは、劇的なものではない。毎朝、同じ時間に、台所に立つこと、同じ手で、お弁当箱を包むこと、その積み重ねが、人の中に、何かを育てていく。ハルモニが変えたのは、子供たちだけではなかった。子供たちもまた、ハルモニを変えていた。そして今、大人になった4人が、ハルモニの家の前に立っている。あの朝の記憶を、胸に抱えながら、大人になった4人が、ハルモニの家の前に立っていた。2026年5月の朝のことだった。空気は柔らかく、風は静かだった。誰も、すぐには呼び鈴を押せなかった。長い沈黙が、4人の間に流れた。一番年上のジュノが、ゆっくりと手を伸ばした。小さな音が、古い家の中へ消えていった。しばらくして、戸が開いた。ハルモニは、変わらずそこにいた。少し背が縮んで、髪は真っ白になっていた。それでも、あの目だった。4人を見た瞬間、ハルモニは何も言わなかった。ただ、静かに目を細めた。そして、最初に口にした言葉は、こうだった。ちゃんと、食べているか。その一言が、4人の胸を貫いた。挨拶でも、驚きでも、涙でもなかった。何年経っても、ハルモニの最初の言葉はいつも同じだった。お腹は空いていないか。ちゃんと食べているか。ジュノは唇を震わせた。隣に立つ3人も声を出せなかった。4人はその場で声を上げて泣いた。大人になった体で子供の頃と同じように泣いた。ハルモニは4人を家の中へ招き入れた。台所にはすでに4つのお椀が並んでいた。何も連絡していなかったのに、ハルモニは笑っていった。来ると思っていたよ。4人はテーブルを囲んで座った。温かい味噌汁の匂いが部屋に広がった。その匂いを4人は知っていた。幼い頃、毎朝嗅いでいた匂いだった。食事が始まった後、一番年下のソヨンが言った。ハルモニ、あの頃、自分は食べていなかったでしょう。ハルモニは箸を止めた。少しの間、黙っていた。それから、静かに答えた。食べていたよ。残ったもので、十分だった。誰も、それ以上何も言えなかった。残ったもので、十分だった。その言葉の中に、52年分の暮らしが詰まっていた。月30万ウォンの年金で生きながら、自分の食事を後回しにしてきた人の、52年だった。惜しんだわけではなかった。足りないと思ったわけでもなかった。ただ、子供たちが食べることの方が、先だった。それだけのことだった。ジュノが静かに言った。ハルモニがいたから、僕たちは今ここにいる。ハルモニは、また目を細めた。お前たちが来てくれたから、私もここにいられた。台所の窓から、5月の光が差し込んでいた。4つのお椀から、湯気がゆっくりと上がっていた。あの朝と同じ光景が、今日もここにあった。それから、季節が変わった。5月の光が差し込んだあの台所は、少しずつ変わっていった。ジュノたちは、月に一度、必ずハルモニの家を訪れるようになった。最初は4人バラバラだった。でも、気がつけば、いつも4人揃ってくるようになっていた。玄関を開けると、決まって味噌汁の匂いがした。ハルモニは、必ず4人分のお椀を用意して待っていた。また作ったんですか。お前たちが来るのに、作らないでどうする。それだけのことが、ジュノには何よりも嬉しかった。冷蔵庫の中身も、変わった。以前は、4つのお弁当箱だけが並んでいた。自分のための食べ物はいつも後回しだった。でも今は、違う。ジュノたちが毎週、食材を届けるようになったからだ。野菜、豆腐、小さな魚の干物、ハルモニが好きなものを、少しずつ覚えていった。好き嫌いなんて、ないよ。何でも食べる。ハルモニはそう言って笑った。でも、ユナが気づいた。ハルモニは、白菜のキムチよりも、
大根の煮物をいつも先に食べる、それだけのことを。ユナは忘れなかった。次の週、大根を多めに買って届けた。ハルモニは何も言わなかった。ただ、静かに目を細めた。その目が、ジュノには全部わかった。月30万ウォンの年金は変わらなかった。でも、ハルモニの食卓は変わった。残ったご飯と汁だけで済ます夜はもうなかった。誰かが必ず何かを持ってきた。何かを一緒に食べた。ハルモニは一度だけこう言った。お前たちに迷惑をかけたくない。ジュノは首を振った。迷惑じゃない。ハルモニがしてくれたことと同じことをしているだけです。ハルモニはしばらく黙っていた。そして小さくうなずいた。52年この村で生きてきた夫を見送り一人になり、それでも隣の子供たちの朝を作り続けた。その時間は誰かに褒められるためではなかった。ただ目の前の子供たちが空腹のまま学校に行くのが嫌だった。それだけのことだった。でもそのたったそれだけが4つの命の中に根を張っていた。春が来て夏が来てまた春が来ても、ハルモニの台所には光が差した。あの4つのお椀の湯気は今も消えていない。この話にはまだ続きがある。続きがあると言った。ではその続きとは何だろう。4人の子供たちは成人になってからもあのハルモニの家を訪ねた。玄関を開けると懐かしい味噌の香りがした。ハルモニは笑いながら言った。ちゃんと食べているかい。その一言だった。その一言が4人の胸に刺さった。ハルモニは一度も頑張ったねとは言わなかった。偉いねとも言わなかった。ただ食べているかいと聞いた。それだけだった。でもその問いの中に全てが込められていた。あなたのことをずっと気にかけていた。あなたの朝をずっと思っていた。言葉にはしなかったけれど、毎朝お弁当箱を開けるたびに伝えていた。4人は大人になって初めて気づいた。あの頃自分たちは愛されていたのだと。月に3万円の年金で暮らしながら自分の食事を後回しにして、それでも一度も辛いとは言わなかった。文句も言わなかった。ただ静かに毎朝台所に立っていた。人は誰かに救われた瞬間をすぐには気づかないことがある。ずっと後になってふとした一言で思い知る。あの朝があったから今日の自分があると。あなたにもそういう人がいるだろうか。名前も知らないまま日常の陰であなたの朝を作り続けてくれた人が、気づかないほどそっと旗にいてくれた人が。この話は73歳のハルモニの話だ。でも同時に誰かの隣にいることを恐れなかった一人の人間の話だ。与えることで何かを失うとは思わなかった。ただ目の前の子供たちの空腹が嫌だった。その気持ちだけで52年を生きた。その生き方が4つの命を温め続けた。今夜誰かのことを思い出してほしい。そしてできればその人に伝えてほしい。あなたの朝が私を作った。